明けましておめでとうおめでとうございます。アミリスの落合徳子です。アミリスの田中芽里です。アミリスは京都を拠点に輸入の手芸材料とオリジナルの毛糸を扱っている会社です。はい。本も出しています。はい。というね、今年もよろしくお願いいたします。はい。今回は、新年になってしまいましたが、昨年度編んだものをご紹介するというビデオになっております。はい。前半戦ですか、今日。はい。第1回です。はい。はい。そんなに編んだんでしょうか。10ぐらいって言ってたけど本当なのちょっとわからないんですけど、1、2、私は10ぐらいでした。そう、私今ここにあるので仕事、そうですね。だから次回は仕事の編み物が来るらしいです。はい。ということで順番に紹介していきたいと思います。私から。はい。まずはとここさんからはい。お願いします。着てるものからいきます。ベルベティンローズカーディガンです。はい。これもちょっとフランス人の方ですね。だと思います。ね、これは一昨年ですね。一昨年ラビアンアイメのポップアップをやった時に、オーナーのエイミーがサンプルを持ってきてたのかな。でサンプルが置いてあったのがとっても可愛くって、その場で糸を選び、キープしていたものを昨年編んで着てましたね。もう昨年から、そうだね。去年のお正月、お正月編み物だったかもしれない。今メリさんが編んでますね。それで私エイミーがやってたように島を一つ減らして、あとワイドに編んでますね。余裕をたっぷり。エイミーのサンプルがサイズ5だったんですけど、その5でしかも丈が短いのを私たちぐらいの体型で着るとかなり可愛いっていう話になって、なので大きめのサイズを、短く編むっていうので私もそうして編んでいます。ちょっと今サイズが何なのか。ココさんいくつかな。私は4を編んでるんですけど、わからない。申し訳ありませんが、調べるといいのかな。調べたらわかんのかな。そうだね。っていうなんか余裕を大きくしておりますのでよろしくお願いします。っていうのが多分1番手で、次がそれより前に実はこのヘルシンキを編んだんですけれども、これはキットでお売りしてますが、私はカシミヤで編んでるけどカシミヤがもうないということで申し訳ありませんが、これこうなってこういう感じに、ここは切れてるんでね、こうなるっていうやつですね。首は開いてます。ここを暖かくしようっていう作戦ね。でこっち側、そっち側だけ肩のラインがあるんだよね。だからもし肩幅とか、多分これバストが大きくても全然入ると思うから、ここだけかな、引っかかんない。だから誰でも、てかすっごいあったかいね、やっぱり。本当に、でここ切れ目を前にしてもいいし、なんかいろいろやれるんじゃないかなっていう感じで、ヘルシンキに行く時にとにかく恐ろしく寒いんじゃないかっていうことで恐れをなしてまして、これ1枚持っていくとコートの上とか着られていいかなと思って編みました。でもなかなかキットにしてもらえず糸もなくなり申し訳ないですけど、今違う M 薬の糸でキットにしてますけど、いいんじゃないでしょうか。暖かくて、薬でも十分暖かいと思いますけど、とっても簡単です。なのでこういうの1枚ゴム編みなんだよね。旅先にあるといいんじゃないでしょうか。ゴム編みなんじゃないって自分でデザインしたけど何も覚えてないです。もう1年前だもん。ゴム編みみたいですね。なんかここを立ててますね。なのでスーツケースに入れとくと安心な1枚。あったかそう。
でこれ編んだ後に、はい、多分エクニ編んだと思う。多分ね。その後に本当はもう一枚あったよね。なんかまあ仕事がこう入れ替わり立ち替わり。ラビアンエメなんだっけ、よく知ってる。ミニカセで、カラフルなやつ。あれ今年の去年去年。そうみたい。フィンランドで編んでたじゃん。確かに私もう去年じゃなく一昨年ぐらいだと思って。じゃあ次持ってきますね。ということで、エクニを短く編んでると思います。ブログに書いてあるのね。でも結構幅は広いの。これほら、後ろが大きく前が小さいから、だから前は小さいんですけど、これを編んでよく来ました。はい、二度と帰ってこないサンプルをもうキャンペーンだった去年。そうなんですでしょ、だって二度と帰ってこないでしょ。だから二度と帰ってこない自分のパターンを編んで取り返すっていう、そういうキャンペーン中だったので、こちらも編みました。はい、いちごソルベがたくさん売れましたね。そうですね。そうなんです。可愛い色。そうなの、すごい可愛い色なのでぜひ。はい。でまあいろいろそれもあれなんだよね。そうだからこれも二度と帰ってこないものを自分のデザインを自分で編む。そう自分で編もうキャンペーンで、去年デザインしたワンダーラストリネンのコレクションのメーカーを、赤で編みました。グレートウォールだっけかな、一番最初に作った色的なやつ。そうですね、だよね、これね、それで初めて自分のものをワンダーラストリネンで編んだんです。ワンダーラストリネンを作って何年かわからないんですけれど。そっか、たくさん編んできたけど一枚も自分のものじゃなかった、ね、そうなんです。だからリネンよりウール派なので、ウールを編みたい気持ちがあるから、仕事で1回か2回編むと、もういいやと思ってウールを編んでたの。だから今まで編んだことがなかったけど、初めて自分のために編みました。でもあんまり着れなかったの、時期が遅すぎて。とはいえ今年は着ようと思います。はい、でこれが、ただいまキット絶賛発売中じゃない。トロフェなのかな、毎回名前が分かりませんが、これは楽しい夏休み編み物。多分ね、ミステリーカルを編み終わった後に編んだと、そうやったっていう気持ちでそうだね、9月ぐらいまで編んでたかな。そう、楽しく編みました。スイングが出たばっかりだった頃かな、自分でスイングも編めてよかったです。というのが一応ちょっと数点忘れてましたけど、ということでした。メリーさんお願いします。私今着てるものから紹介する。これは、去年一昨年の秋号のアミリスに載っていた長澤さんのデザインのブリュットです。もう一昨年なんだね。もう一昨年です。美術館で撮影した号です。でサンプルは茶色っぽい色だったんですけど、私この黒のウールフォークのルフトがすごい好きで、いつか使おうと思っていた秘蔵の10カセがあったので、それをついにね、ここによかったです。投入しました。すごい編みやすかったし、こう後ろから編んでいくのが結構面白くて、楽しかったです。あれだね、既製品みたいな後ろにシームが来るんだね。そう、あとなんかいろいろ節々面白くて、袖と襟だけ2本取りなんですけど、それもあって襟ぐりとかも結構あったかいし、気に入っています。あとなんか袖の拾い方も結構こう変則的で、それも面白かったです。襟は多分私結構小さめにしました。拾った目数も多分少なかったし、ここ結構キュッとしてるので、なんかあったかいかなと思って。襟はなんか皆さん結構
いろいろ編んでたと思いますね。月々の襟にそうなんだ、してたと思います。私は結構小さめに編みました、でなんか思いのほか短かったけど、多分サンプル通りに編んだと思うんですけど、通りでモデルさんに小さかったわけだってことですよね。袖をこう伸ばしてそうモデルさん170センチあるので、確かに短かったと思って、そうだった、私わざと短くとかしてないので、これでサンプル通りだと思うんですけど、はい後ろはちょっと長いかな、154センチね。そうなんです、結構短い、そんなに長くはないってことですよね。で前がもたつかないから、なんかセーターに入れたりしなくても短いので、もともとちょうどいい感じです、それでこれが先に編んだかな。それなんじゃないの。これは何年か前のルフトコレクションに載っていたスカールっていうセーターです、でうちの倉庫に行った時に半端ななんか似たような色がすごいいっぱい倉庫に余ってて、これもうもらってグラデーションに編んだらいいんじゃないかと思って、何を編もうかなと思ってこのパターンがあったので見えるかな。編んだんですけど、グラデーションになってるんですけど、そうなんです、ここがね、4色使ってるかな。4色感は正直出てないけど、3色感ぐらいは出てます。そうですね、本当同じような色がいっぱいあってそうなんですよ、ちょっとしましまになっちゃったけど、もうこれでいいかなと思って編んでます、でこのパターン、この襟がこの辺のこうラインがすごいかっこいいなと思って、これを選びました。かわいい。着てもなんかこう襟がキュッと立つ感じで面白いです、で次が、このフラウムです。これも一昨年のラビアエメのポップアップの時になんかエイミーとフラウムをまた編もう的な話で盛り上がって、糸はでも自分で買ったんだ。糸はちょっとブローチがついてるんです。ラビアエメのサイトから買ってなかった、そうなんです。このブークレがラビアエメから出た時にとりあえず個人的に自分でラビアエメのサイトで買った糸で、それとあと手持ちのモヘアを引き揃えてます。でフラウムずっともう何年前かな、あれ9年前ぐらいのパターンなんですけど、アミリス市場でも特に人気のパターンで、でずっと編みたいなと思ってたんですけどなかなかチャンスがなくて、でついに編もうと思って編みました、エイミーは先に編んでました。そうエイミーはもうなんか編んでて2枚目は編もうかなみたいな話をしてて、でこれも私わざわざ短くしたわけじゃなくてサイズ通りで、丈も短いし、袖も実は短いんですよね。長くなかったね。そうなんです。結構この七分丈ぐらい、で、袖はちょっと長くしてもよかったなと思ってるんですけど、でも丈も短いのでちょっとボレロっぽく着れるのがよくて、でこれは一昨年編み始めたんですけど、なんか季節シーズン終わっちゃったので減速して1年間放置してて、なぜ袖がとにかく袖がダメだ。袖がね、そうなんですよ、進まないね。でもあっという間でしたね。それで今年になってからそうだこれあったと思って、またエイミーが今年じゃない、去年、来ることになってたのでちょっとなんとかして編もうと思って編み始めたら袖2本がもう 4,5 日で編めて私は一体何をしていたんだろうこの1年袖が編みたくないって言ってずっと放置してたのに、編めば 4,5 日で編めるんだっていう何だったんだろう話、感じなんですけど、もう諦めて、実は最初の1本は最初はで編み始めたんですけど、多分この辺ぐらいから急に往復編みで編んでて、ここシームが実は裏で後ろで閉じはぎしてるんですけど、もう平編みすれば早いっていうことに途中から気がついて、それで勝手に平編みね。勝手に平編み、2目増目してから勝手に平編みして、それを使って閉じはぎチーム分増目した。
なんかありますか、須田さん。そうそう持ち合わせるから、はい、シーム分を2目増目さえすれば、サイズ的には変わらない。そう脇の下で私いつも2目ぐらい多めに拾うんですよね、穴が開かないように。それを次の段でだいたい減目するんですけど、その減目をせずにそのまま編んで最後それを使って閉じはぎしました、はい、だから輪がどうしても嫌な人は、いいんですよ、勝手に平編めにすれば問題ないです。はい、本当はそれ別に編みたいぐらいなんですけど、まあ、ちょっとそうすると後がめんどくさいので、私そんな気にならない派なんですけど、まあちょっとね、メリさんの減速具合はいつも見頃はねあっという間に編めるんです本当に。2年前にこれ編んでたんですよ本当に。それで終わらないってブツブツ言ってて、すぐじゃんって言ってたけど、まあやったらすぐだったね。そう面積的にはどう考えても見頃の方が圧倒的に多いのに、それが本当に進まないんですけど、ついに終わりました。その勢いでもう一個もう何年前からついにセーターを、これはもっと前ですね。これもっと前です、それでしかももう見頃はやっぱりあっという間に編み終わって、楽しいところがねすぐ終わっちゃうのこれ、トップダウンだで丸ヨークだと、で結構このカラーワークが長いので、あと下のこのメリヤスはもうすぐに編み終わったんですけど、袖がね1本目のやっぱり袖がね10センチぐらいで止まって多分3年ぐらい放置してたかな、もう編むぞと思って頑張って編んだら2本の袖が多分2週間ぐらいで編み終わってそうずっといつできるのかねって言ってたら、急に出来上がりました。ついに出来上がってよかったです。楽しく最近着ています。これはグッドラン・ジョンソンさんのフェアールのパターンとかシェットランドのツアーとかやってる、デザイナーさんなんですけどの陽気同期っていうパターンです。何年か前の本かな。本じゃないね、シングルパターンでラベリーで買えるものなんですけど、まあ、正直ここも丸ヨークだしチャートあるし簡単だよね。あとはまっすぐ編むだけなので簡単です、で本当はパターンはなんか袖もこのベルスなんていうんだろうな、パフスリーブ、このちょっと太いまま着て袖口でキュッとするオプションとか、あとこの丈をもっと長くしてチュニックみたいにするオプションとか、いろいろあるんですけど、私とにかく何にもせずに身頃もまっすぐ、袖もこう定期的に減目してただまっすぐ編むっていう、ほんと普通に編んでいます。毛糸はこれはジェミソンズのスピンドリフトを使ってます。買えますね。うちのお店でも売ってます。すごいメリさんは言うことがいっぱいあったね。とにかく袖が進まない話。言えることは袖が進まないと。もう今年は諦めてもう袖は輪で編まないっていうことでいこうかなと思ってます。輪で編み始めるとだいたい途中で止まっちゃうんで、そうですね。なので袖が苦手な方はそちらも検討されたらいかがでしょうか。ぜひよろしくお願いします。じゃあ前半はこんな感じで、この動画がいいねと思ったらいいねボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。どういうものが見たいとか教えていただけると、去年編んだもので良かったものなど、確かに、みんなでおしゃべりするみたいな欄になったら、そうですね。皆さんの一押しパターンなどがあると皆さんもご紹介できていいですね。ぜひコメント欄もお待ちしています。よろしくお願いします。さようなら。さようなら。